心が元気になる美容健康雑学。今日のテーマは頭皮の匂いとかゆみです。ふとした時にあれ、頭皮がなんとなく匂う気がする。枕に顔を埋めた時なんか変な匂いがする。そして頭がかゆい。ちゃんと毎日洗っているのになんでって思う時ありませんか？それ洗い方の問題じゃないかもしれないんです。更年期の頭皮では洗っても消えない匂いとなぜかかゆみが出やすくなるある変化が起きています。今日はその仕組みと今日からできるシンプルなケアをお伝えしていきます。後半では外出先で頭皮の匂いやかゆみが気になった時の簡単な対処法もご紹介します。これを知っているかどうかで頭皮への向き合い方がガラッと変わるかもしれません。ぜひ最後まで見ていってくださいね。まず、なぜ更年期になると頭皮が匂いやすく痒くなると思いますか？頭皮は体の中で最も皮脂の分泌が多い場所です。顔の方と比べても実に約3倍の皮脂腺があると言われています。その皮脂は本来頭皮を守るための大切なバリアなんですが、更年期になるとこの皮脂が問題を起こしやすい状態に変わっていくんです。どういうことかというと、更年期にエストロゲンが減ると相対的に男性ホルモンの影響が強くなります。その結果、皮脂の分泌量が増える上に皮脂の質そのものも変わって酸化しやすくなると言われています。酸化した皮脂は頭皮に常在している雑菌の餌になります。菌が皮脂を分解するときに独特の酸っぱいような匂いの成分が生まれるんですね。さらにホットフラッシュによる急な発汗も重なります。汗と酸化した皮脂が混ざり合うと匂いはさらに強くなりやすいんです。一方、かゆみの原因はちょっと違います。エストロゲンには肌の水分を保ちバリア機能を守る働きがあります。これが減ることで頭皮の角層が潤いを保てなくなって少しの刺激でもかゆみを感じやすくなるんです。つまり匂いとかゆみはどちらもホルモンの変化による頭皮の状態の変化から来ているんです。洗い方が悪いわけでもあなたが不潔なわけでもないんですよ。更年期の体が一生懸命変わろうとしているサインなんです。ちょっとここで自分の頭皮の匂いを確認する方法をご紹介します。一番簡単なのは指の腹で頭皮を数回こすってその指の匂いを嗅いでみること。油っぽい匂いや酸っぱいような匂いがするなら皮脂の酸化が進んでいるサインかもしれません。もう一つは翌朝の枕カバーの匂いを確認すること。最近枕が気になるなという方は今日これから話すケアをぜひ参考にしてみてくださいね。その次に実は逆効果になっているかもしれないケアについてお話しします。 NG その1、洗浄力の強いシャンプーを使っている。匂いが気になるからと洗浄力の強いシャンプーでゴシゴシ洗っている方いませんか？実はこれ逆効果になることがあるんです。洗浄力が強すぎると頭皮を守るのに必要な皮脂まで洗い流してしまいます。すると頭皮は乾燥を補おうとして今度は皮脂を過剰に分泌し始めます。洗えば洗うほど皮脂が増えて匂いもかゆみも悪化するという悪循環に入ってしまうんですね。 NG その2、1日に何度もシャンプーしている。匂いが気になって朝晩2回洗っている方もいるかもしれません。でもこれも同じ理由で皮脂の過剰分泌を招きやすくなります。汗が気になるときはシャンプー剤を使わずぬるま湯だけで流すか頭皮用のウェットシートで軽く拭き取る程度にしておくのがおすすめです。 NG その3、香りでごまかしている。ヘアミストや香水で頭皮の匂いをカバーしようとする方もいますが、もともとの匂いと香料が混ざってかえって不快な匂いになることがあります。匂いは隠すではなく出にくくするが正解なんです。今日からできる具体的なケアはどれも難しいことないですよ。習慣その1、シャンプー前の夜洗いです。シャンプー前に少し長めにお湯で頭皮と髪を流してあげるだけでも頭皮への負担はかなり変わってきます。1分半くらいを目安にするといいですが、おおよそで大丈夫ですよ。これだけで汚れの7、8割が落ちると言われています。シャンプー剤の泡立ちも良くなって少量でもしっかり洗えますよ。習慣その2、指の腹で優しくもみ洗いです。シャンプーするときは爪を立てずに指の腹で頭皮を優しくもみほぐすように洗いましょう。爪で頭皮を傷つけると
そこから雑菌が入ってかゆみや炎症の原因になります。マッサージするような感覚で気持ちよく洗えるくらいの力加減がちょうどいいんです。毎回完璧にできなくても大丈夫です。思い出した時に少し意識するだけでも違ってきますよ。耳の後ろや襟足は皮脂が溜まりやすく匂いが出やすい部分なので、少し丁寧に洗ってあげてくださいね。概要欄にシャンプーブラシやケア用品を参考として載せておきますね。習慣その3、タオルドライ後すぐ乾かすことです。洗った後、自然乾燥は NG です。濡れたままの頭皮は雑菌が一番好む環境。生乾きのタオルのような嫌な匂いの原因が頭皮でも同じように起きているんです。忙しい日は髪全体を完璧に乾かそうとしなくても大丈夫。頭皮の根元だけでも乾かしておくと随分違ってきますよ。ちなみに日中に頭皮を優しくブラッシングするのも溜まった皮脂を散らすのに効果的と言われています。でも外出中にホットフラッシュで汗をかいてしまったらという方もいますよね。そんな時のために知っておくと安心な応急処置をいくつかご紹介します。まず頭皮の匂いの主な原因は皮脂なんですが、実は頭皮の皮脂分泌量はTゾーンの約2倍とも言われているんです。なので外出中に皮脂が気になったら皮脂が酸化する前に拭き取ってしまうのが一番手軽な対策になります。一つ目は頭皮用シートや汗拭きシートで頭皮を軽く押さえるように拭くこと。気になったタイミングでこまめに拭くのがポイントです。ただし拭きすぎたりゴシゴシ拭いてしまうと必要な皮脂まで取れて乾燥し、かえって皮脂が増えてしまうこともあるので、優しく適度にお意識してくださいね。シートが手元にないときは清潔なハンカチやティッシュで汗を抑えるだけでも大丈夫です。ヘアミストを使う場合はできれば皮脂を拭き取った後に使うのがおすすめです。拭き取らずに香りだけ重ねると元の匂いと混ざってかえって気になる場合があるんです。そしてどうしても気になるときは美容院でのヘッドスパも一つの選択肢です。短時間のコースを用意しているサロンもあるので、リフレッシュしたいときに利用するのもいいですね。かゆみが辛いときは爪でかくのだけは我慢してください。傷ができると雑菌が入りやすくなって匂いもかゆみもさらに悪化してしまいます。冷たいペットボトルをハンカチで包んでかゆい部分にそっと当てるのも効果的と言われています。外出先でできることは限られていますが、皮脂をなるべく長く放置しない、この意識だけで随分違ってきますよ。ここでこんな疑問を思ったことないですか。1、夜中に寝汗をかくタイプはシャンプーは朝にした方が良いのか。朝シャンプーはとても理にかなったケアです。ただし朝だけになると日中の汗や皮脂が夜まで残ってしまうこともあります。朝シャン派の方は夜にぬるま湯でさっと流すだけでも十分ですよ。そして洗う頻度についても少し触れておくと、汗をかきやすい季節はできれば毎日1回のシャンプーがおすすめです。涼しくなって汗をかきにくい時期は少し間隔を空けても大丈夫。季節によってその時の頭皮や生活リズムに合わせてあげてくださいね。2、シャンプーは結局どんなものを選べばいいのか。まず大前提として洗浄力が強すぎるシャンプーはこれまでお話ししてきた通り必要な皮脂まで取りすぎてしまってかえって皮脂が増えやすくなることがあります。頭皮に優しいシャンプーってどんなものだと思いますか。実は難しい成分名を覚える必要はありません。お店で選ぶときは低刺激、頭皮ケア、スカルプケアと書いてあるものを選ぶだけでも十分なんです。頭皮に必要な潤いを残しながら優しく洗えるタイプが多いんです。大切なのはゴシゴシ洗うことではなく頭皮を守りながら洗うこと。シャンプーを変えてもすぐに結果を求めず、まずは2週間から4週間ほど続けて様子を見てくださいね。実は頭皮の匂いは体臭の一つでもあります。なので食べているものが頭皮の匂いに影響することがあるんです。まず匂いを強くしやすい食材から知っておきましょう。代表的なのが動物性のタンパク質と脂質です。タンパク質は体を作るのに欠かせない大切な栄養素なんですが、体内で分解されるときにアンモニアや硫化水素など匂いの原因になる成分に変わることがあります。脂質は皮脂の匂いを強くする働きがあると言われています。じゃあお肉を食べてはいけないのと思った方、大丈夫です。
お肉をやめる必要はありません。ポイントは2つ。脂肪の多い部位は避けて赤身を選ぶこと。そして食べるときにもずくや緑黄色野菜などアルカリ性の食材を一緒に摂ること。これだけで匂いへの影響を和らげることができると言われています。ではここで問題です。頭皮の匂い対策に役立つ食材、実は身近なものなんですが、何だと思いますか？頭皮の匂いの大きな原因の一つは皮脂の酸化でしたね。この酸化を内側から抑えてくれるのが抗酸化作用のある食材です。かぼちゃやアーモンドに含まれるビタミン E、ブロッコリーやキウイに含まれるビタミン C、そして大豆製品に含まれるイソフラボン。イソフラボンは体内でエストロゲンに似た働きをすると言われていて、皮脂の過剰分泌を抑える効果が期待できるとされています。納豆、豆腐、味噌汁など毎日の食事に取り入れやすいものばかりです。まとめると、脂の多いお肉は赤身に変えて野菜と一緒に食べる。かぼちゃ、ナッツ、大豆製品を少しプラスする。この2つを意識するだけで内側からの頭皮ケアができるんです。特別なものを買わなくていい。いつもの食事をちょっと工夫するだけでいいんですよ。更年期の頭皮は若い頃と同じやり方ではうまくいかないことがあります。だからといってあなたのケアが足りないわけではありません。今の頭皮に合う方法に少し変えてあげればいいんです。今日お伝えしたことをまとめますね。更年期の頭皮の匂いとかゆみはホルモンの変化による皮脂の質の変化と潤い不足から来ています。あなたが悪いわけじゃないんです。お家では夜洗いを少し長めに指の腹で優しく洗う。洗ったらすぐ乾かす。この3つ。外出先では頭皮用シートや汗拭きシート、お茶を使って皮脂を早めにケアして痒くても爪でかかない。シャンプーは自分の頭皮タイプに合ったものを2週間から4週間試してみる。内側からはお肉は赤身を選んで野菜と一緒にかぼちゃ、アーモンド、大豆製品などを少しずつ取り入れる。全部やろうとしなくていいです。今日からどれか一つできそうなことから始めてみてくださいね。今後も更年期女性の悩みを和らげ心が元気になる美容健康雑学をお伝えしていきます。今日の動画がためになった、良かったと思っていただけたらぜひ高評価とチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。今日お伝えした内容はあくまでも一般的な健康情報としての参考としてお伝えしています。症状が重い方や治療中の方は必ずかかりつけの医師にご相談くださいね。また次の動画でお会いしましょう。